こんにちは、男のソーイング鈴木パセリでございます。今日はですね、ソーインググッズのちょっと便利ものというか便利グッズをね、ちょっと紹介しようと思ってまして、今日はカッティングボードをこの間ね買ったので、それのちょっと紹介をしてみようかと思ってですね。で、ここにあるのがこれがね 60×90 センチというものですね。で A1 サイズと言われる、ものでして、実際のサイズがですね、本当にこれ90かな。ジャストここ90と、ここがね多分ねジャスト60になってて、でちなみにこれね厚さが3ミリ、そして私がずーっと以前から使ってたのがこれはねオルファっていうカッターマットです。これも A1 サイズですけど、オルファっていうカッターのメーカーですね。でこれはね同じ90、ここが90なんだけど、ここだけね2センチほど長くてね62センチになっております。そして、厚さがねこれはね2ミリ、ちょっと薄いんですけど、そしてなぜ2枚買ったのかというとですね、これに収まるサイズの例えば布であればですね全然いいんですけれども、これに収まらない洋服とかは特にそうです。洋服もパンツもそうなんですけど、最近洋服作るんでね、小物であれば全然1枚で全然足りるんですけど、洋服作る時に、2枚ないとですね、例えばこの枠からはみ出てですね、例えば線引きますよね。線をこうまっすぐこう引いたつもりでも、ちょっとこうカッターボードの枠外では切れないわけですよね。なのでちょっとこう布をこうカッターボードの方にこうずらして切ろうとするんですが、まっすぐ引いた線がねちょっとやっぱ歪んじゃうんですよね。なのでなるべく布をこうチャコペンでこうね線を描いて、もう布をこうずらさないでそのままこうカットできるような環境を作りたいということでね、これを2枚横にね実際合わせて、重さも結構あるのでねそんなずれないと思うんだけど、気になるようであればちょっとテープでね留めてもいいんでしょうけどね。で私のこの部屋の作業スペース的にやっぱりもうここの作業スペースで切ったりアイロンかけたりミシンかけたりといろいろやっぱり動かすのでね、ちょっとそこがねやっぱり作業スペースは広いところが欲しいところではありますけれど、今のところちょっとこういう限られたところでしかできないので、致し方ないんですが、クローバーさんの僕いつもこれ使っておりまして、45刃のね直径 45mm タイプと、あともうちょっとちっちゃいのがあるんですけど、こっちの大きな方がね僕は使いやすいのか、これをずーっと結構何十年も使ってます。でパッチワーク切るとやる方はほとんどもうカッターですよね。ハサミ洋裁とかの動画見るとまだやっぱりハサミでこう布をこうねカットするシーンもありますけど、一回これを使っちゃうとですね、もう多分これスピーディーだし力いらないし、ほんとね簡単なので、例えばちょっとね R とかがある時、 R って曲線ですよね。細かい曲線の時はもう僕ねこれレザー用とか工作用でカッターがあるんですよね。これ革細工のために
革細工で使うためにこれ買ったカッターです。でこれ切れなくなったらこの刃先だけ変えられるんですけど、これでまあキューッとね細かいところは行ったりもするけど、これねでもねすごい切れ味が鋭いんで、あんまりこうむき出しでその辺に置いとくとね、お子様とか、うちは猫がいるんでね、ちょっと怪我させちゃうのでね、絶対カバーしてどっかちょっとこう本当にペン立てでもきちっとこう刃をなるべく下にしてこう刺していくことをちょっとこう、おすすめいたします。でですね、でこのボードに話戻りますけど、3000円して、でこの2倍量のがあったんですけど、それ買ってもいいかなと思ったんですけどね、値段がね1万5000円ぐらいするんですよ。約5倍ですよね。なので別に3000円2枚買って6000円ですからね。でね、ちょっとテープかなんかでここをね貼り合わせてもういいでしょうし、それでちょっと1万5000円高いなと思って、これ1枚ね持ってましたからね、2枚合わせて使おうということで購入しました。でただね、説明することはそんなないんです。ただこれを使ってみてはいかがですかっていう、ただねミシン生活を始めるにあたってやっぱりおすすめグッズなんですね。で特にこれは手ぬぐいで面ですけど、麻とかってね扱ってる方は分かるでしょうけど、もうすごいこうよれるって分かりますか？生地がこう安定してなくて、ちょっとでも一回こうまっすぐ線を引いてはらりってまたこうやっただけでなんかね線がもう歪んじゃってね、こう直すにもなんかこんなになっちゃったりしてね、と思って一発でパーンと布を置いて、その上に型をパンと取って引いて、でそれでもう一発でパッと縫い代を適当にこう取った上でこうカットしたいなっていう、一発で全てこう解決したいなっていうのでね、カッターボードを買いましたんで、でこれもね刃がねちょっとカッターの話になりますけど、刃がやっぱどうしてもね使ってると欠けます。ここの周りのところ1箇所2箇所、そうすると切れないところがあって、こう一気にこう引いてもね糸が残っちゃうのでね、そしたらねやっぱり替えの刃があるので、これはね10枚とかでね売っている替え刃がちょっとお安めの1000円ぐらいであるんですけど、それを今度買おうかなと思う。1枚だけ売ってるのもあるんだけど、ちょっと割高にどうしてもなっちゃうんだよね。10枚とかって Amazon で10枚で 45mm のこれで売ってるのでね。でまたねこのねクロバーさんのこのカッターもそうですけど、今ヤフオクでね結構安く出てるんですよね。でこれは1個あればもちろんいいですけど、これ確か1000円ちょっとするんだけど、ヤフオクだともう300円400円で売ってたんですけど、ただし送料かかるんで結局のところ Amazon で買った方がお安いでしょうかっていう感じなんですけど、最近布をねいつも行ってる布屋さんで買ってたんですけど、ヤフオク見たら結構これもそうなんですけどね、このセルビッチデニム14オンスなんて10メートルぐらい巻いてあってね、80センチ幅かで10メートル巻いてあって3000円ちょっとで、送料は1000円しないので4000円弱ぐらいでね、ロールで送られてきたりして、で物も全然いいですよこれで。パンツももう履いてますけど、なのでね最近ヤフオクちょっとチラチラと視聴者さんからもね結構教えていただいて、パーツも安いし布も結構安いのありますよっていう情報をいただいたのでね、最近ヤフオクで買ったりもしております。今日のねところはただカッターボードのご紹介だったんですけども、でちなみにもうねこれはこの間も紹介したけど
これはクローバーさんのちっちゃめのやつ、です。これはね、例えばこういうパッチワークのこういう細かいのやるのは本当にこういうちっちゃいのでね、事足りると28センチかける23センチ。昨日湯玉屋でパッチワークコーナーで。昨日ね、蒲田の湯沢屋蒲田店に行ったんですけど、もちろん売っておりましてね。あとこれね、回転するやつとかあるんですよね。回転するカッターマットっていうのがあってね、それ Amazon であるんですけど、それはちょっとね使ったことがないんでね、使い心地はあれなのかもしれないけど、意外と使いやすいのかなとも思いつつ、本当に本格的に切るとやる方向けですけれどもね、そういうのもあるので、今回の動画はいつもね、布を切るのはハサミを使っておりますよという方に、ちょっとどうですか、カッターとカッターボードはっていう、そういうちょっと、おすすめミシンのおすすめパーツ的な動画でございました。今日はこんな感じでございます。最後までご覧いただきましてありがとうございます。男のソーイング鈴木パセリでございました。またお会いする日まで皆様お元気でさようなら。ありがとうございます。